最後の問題はこちらです。オリジナル問題です。量子暗号の最も主要な技術であり、送信者と受信者の間で安全に暗号鍵を共有する仕組みを ① 略称 QKD と呼ぶと書いています。括弧1に当てはまる言葉、皆さん何でしょうか？この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。では正解見ていきましょう。正解はこちらです。量子鍵配送という言葉が正しい答えになっています。皆さんいかがでしょうか？量子暗号。すごく難しいイメージありますよね。今は本当に AI が日々話題になって世間を賑わせているんですけれども、もう少ししたら量子コンピューターの話題がまた世間を賑わかすかもしれませんね。なので量子コンピューターの話もですね、基本的な部分は押さえておきたいなと思っております。ということでここでは量子コンピューターが暗号技術、特に公開鍵暗号に与える影響についてお話をしてみたいと思います。で、少し言い訳なんですけども、私は量子コンピューターの専門家ではなく勉強中の身なので、言い回しですとか表現が正確でない部分も多々見受けられると思いますので、ちょっとご容赦いただければなと思います。ただ、イメージだけつかむつもりで、まずは寛大にお話を聞いていただければなと思います。では、話をしていきます。図の左側から見てください。これは現在も利用されている RSA 暗号をイメージした図ですね。RSA 暗号などの安全性っていうのは計算量的な安全性に基づいています。これは巨大な数字を素因数分解するといった非常に難しい数学のパズルを鍵にしているようなイメージですね。で、今のコンピューターのことを古典コンピューターと言ったりするんですけど、そういった古典コンピューターでこのパズルを解こうとすると何千年もかかりますと。何千年もかかるということは実質的には解けない。つまり安全とみなされているんですね。そういったセキュリティの担保の仕方を計算量的な安全性と言ったりします。で、次は中央のセクションをご覧いただくと、これは量子コンピューターを表しています。量子コンピューターは重ね合わせとかもつれといった性質を持っておりまして、それをフル活用した初和のアルゴリスムというものがありまして、それを使うと現在のコンピューターが何年もかかるような素因数分解の問題を驚くほど短時間で終わらせてしまう可能性があるそうです。その結果、図にあったように、これまでは頑丈だと思っていた暗号化のセキュリティが一瞬で解けてしまうというようなリスクがあるんですね。ちょっと一瞬は言い過ぎですね。短時間での方がいいですね。短時間で見破られてしまうようなリスクができています。なので対策が必要ですということになってますね。で、対策としては、対量子計算機暗号 PQC と言われるような新しい暗号に移り変えていかなければいけないということです。これはつまり量子コンピューターでも解くのが難しい、さらに複雑な数学の問題ですね。そういったものを使った新しい暗号技術のことを PQC と言います。なのでこれからの動きとしては、私たちは量子コンピューターが実用化される前にこれまでの暗号からこの PQC へ移行していく必要があるんですね。で、このあたりの話っていうのは実は最新のクリプトレック暗号リストにも記載されています。こちらは令和5年3月30日版のクリプトレック暗号リストを一部抜粋して加工したものです。で、現行の暗号リストの署名欄には公開鍵暗号方式として RSA などを使ったいくつかの技術が記載されていますよね。つまり現在においては
公開鍵暗号を使った署名というのは十分に安全性が担保できると判断されています。しかし右側ご覧ください。これもクリプトレック暗号リストに書いているものですけれども、対量子計算機暗号 PQC のリストとして公開鍵暗号の署名はなくなっていますよね。つまり量子コンピューターが一般に普及してしまうとなると RSA などを使った署名記述っていうのは使えなくなってしまうということかもしれません。私はそう読み取っていますけれども、はい、空欄になっているということですね。ここが結構驚くべきところです。ただ一方でこちらを見てください。現在利用されている共通鍵暗号方式の AES に関しては PQC のリストにも入っています。特定の利用条件のもと利用すれば量子コンピューターであっても解析することは難しそうですね。なので AES 共通鍵暗号方式の AES に関しては特定のもと利用すれば PQC 対量子計算機暗号の一つとして数えることができるということですね。なので共通鍵暗号方式の AES についてはこれからも使えるようになっていくということですよね。ただこの共通鍵暗号方式を使うための鍵をどのように渡すのかっていうのが大切になってくるんですけれども、じゃあどうやってその鍵を渡しますかっていうところで見てほしいのが、これまでは鍵の共有って DH とか ECDH を使っていたんですけれども、PQC の考え方からするとそういった鍵共有はできないことになってますね。新しい鍵の配送方法が必要になってきているようです。ここがさっきの問題で言いたかった量子鍵配送っていう方法ですね。量子鍵配送を使って共通鍵を作り出して AES で暗号通信しましょうと。そういった流れが PQC の考え方だと必要になってくるということになっています。じゃあどのように鍵を共有するのかというと、こちらです。量子鍵配送という仕組みですね。この仕組みを使うと、量子力学の仕組みを使って安全に共通鍵を共有することができるということになっています。まず上の段を見ていただくと、ここは今まで通りの通信をしていると思ってください。送信者がインターネットを通じて暗号文を送ろうとしています。ただ暗号通信するためには暗号鍵が必要ですよね。しかしこれまでのようにディフィー・ヘルマンとか ECDH を使って共通鍵を作ることは、量子コンピューターが普及した世界だとセキュリティが担保できませんということになっています。そこで下の段ですね。量子鍵配送というものがあります。量子鍵配送は鍵そのものを光ファイバーを通じて送ります。で、ポイントはこの鍵の情報を光の粒、光子と言われるものなんですけど、光子に乗せて送ります。そして量子には誰かがその情報を観測すると状態が変わるという不思議な性質があります。なのでもし盗聴したい人がこっそり光ファイバーの中を覗こうとすると、この光子の状態が変わるんですね。そうすると送信側と受信側で、あれ、届いたデータが変わっているぞと盗聴の形跡を検知することができます。もし盗聴の形跡があればその鍵を捨ててもう一度鍵を作り直すと。で、盗聴の形跡がなければその鍵を共通鍵として使います。こうして安全に鍵を共有できるということになってますね。少し難しい話になったと思いますけれども、まとめると量子鍵配送というのは観測すると変わる、このような量子力学の仕組みを使って安全に共通鍵を共有する方法です。ここでやり取りした共通鍵を使って今まで通り AES を使ってインターネットで暗号通信すれば安心ですよね。このような方式は量子コンピューターの時代が来ても破れないと言われるほど、強力な安全な仕組みということになっています。はい。ちょっとふわっとした部分もあったと思います。なぜなら私もあまり理解できない部分が多いからなんですけど、ご興味ある方はこちらの資料ですね。総務省が情報を公開しています。量子暗号通信の現状と課題というものがありますので、気になる方はぜひこちらの情報を参考にしてみてください。では実際どのような問題が出ていたのか一緒に挑戦してみましょう。
令和6年秋の問い9です。量子暗号の特徴として適切なものはどれですか？あ、暗号化と複合の処理を量子コンピューターを用いて行うことができるので、従来のコンピューターでの処理に比べて大量のデータの取得を短時間で実現できる。共通鍵暗号方式であり、従来の情報の取扱量の最小単位であるビットの代わりに量子ビットを用いることによって高速なデータ送受信が実現できる。量子雑音を用いて共通鍵を生成し、公開鍵暗号方式で共有することによって解読が困難な秘匿通信を実現できる。量子通信路を用いて安全に共有した乱数列を使い捨ての暗号鍵として用いることによって原理的に第三者に解読されない秘匿通信が実現できるとなっております。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか？それでは答え見てみましょう。答えはこちらです。量子通信路を用いて安全に共有した乱数列を使い捨ての暗号鍵として用いることによって原理的に第三者に解読されない秘匿通信が実現できる。こちらが正解選択肢ですね。なんとなく絵っぽいですけど、あ、い、うの選択肢がなかなか難しいこと言ってるので、選ぶのが難しかったりしますよね。では、問題の解説です。鍵の配送方法については先ほど説明した通りですね。データを暗号化するための秘密鍵は、光のこの光子に乗せられて情報を送り届けられます。そして量子には観測すると状態が変わってしまうっていう不思議な性質があるので、盗聴者がいたとして、こっそり鍵を盗み見しようとすると、光の状態が変化してエラーが発生しますよと。そんな状態になりますよね。なので送信者と受信者で、誰か見たんだなと検知することができるので、安全に鍵交換をすることができますということになっています。そして今回お話ししたいのは、問題文の中で出てきたこの使い捨ての暗号鍵っていうところが今後支援士の問題でも取り沙汰されてくるんじゃないかなと思うので、ここを少し掘り下げてお話ししたいんですけれども、共有した鍵を使ってメッセージを暗号化するんですけど、暗号化するときに実は特別なルールがあります。一つ目は、鍵の長さを送りたいデータと同じ長さにすることです。AES では128ビット、192ビット、256ビットの3つしか選べませんよとお伝えしましたけれども、量子暗号の世界になると鍵長の長さが変わってきます。送りたいデータと同じ長さの鍵長を使うっていうのが一つ特徴なんですね。はい。そして、一度使った鍵は二度と使わない。すぐに捨てる。はい。この二つの特徴ですね。鍵長を同じにします。そして、使い捨てにする。この方式がワンタイムパッドと呼ばれます。このワンタイムパッドを使うと、たとえどれだけ強力なコンピューターで計算しても、理論上、元のメッセージを特定することが不可能であると数学的に証明されているらしいです。はい。なので、ワンタイムパッドって言葉をこれから皆さん聞くことになると思うんですけど、ワンタイムパッドって聞いたら、一度使った鍵を使い捨てにするっていうこと、プラス、鍵の長さですね。鍵の長さと送りたいデータの長さを同じにするっていうところまで、ぜひ一緒に覚えていただきたいなと思います。このような条件を満たすと、理論上、元のメッセージを特定することが不可能であると。著しく難しいっていう表現の方がいいと思いますけれども、極めて困難であるということですね。はい。まとめますと、量子暗号が特に強力な理由っていうのは、まずは量子鍵配送によって安全に鍵が共有できる点。そして、鍵自体は送りたいデータと同じ長さ、かつ一度だけ利用するというようなワンタイムパッドを利用することで、セキュリティを担保することができているということになります。本日の動画は以上です。お疲れ様でした。IT の勉強は難しく大変なこともあると思いますが、完璧を目指さなくて大丈夫です。
以前より少しだけ成長した自分を楽しんでいきましょう。そして、マサルの勉強部屋ではオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは、Discord で会話をしながら実施するメンバー限定の勉強会、年代、業種の異なるメンバーとの交流や情報交換、お得な割引情報やメンバー限定のオフ会など、YouTube だけでは得られない学びの機会をたくさん用意しています。オンラインコミュニティは YouTube のメンバーシップ、オンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と連携すると参加できるようになります。もっと深く勉強したい、一緒に頑張る勉強仲間が欲しい、そういう方におすすめのサービスになっています。皆さんのご参加お待ちしています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。